そのほとんどの時間は自分自身との戦いでした。心を病んでしまったんですよね。仕事をしてない自分って何の価値があるんだろう。ずっとね、本当は休みたい。本当に申し訳ないんだけど、もう何もできないんです。もう本当にその時は辛かったです。皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。アメリカに住んで1年半ぐらいの、みゆです。次何動画作ろうかなっていうのを考えていたんですけども、何撮ろうかなみたいな、本当にで、私のチャンネルは本当になんかアメリカ生活って、実際どうなのかなみたいなところ、私の経験をもとにお話ししたりするっていうチャンネルなんですけど、そうなんだけど、でもなんかもっとこう私だから感じたこととか、私がアメリカ生活を経てどう感じてきたのか、何を感じてきたのかっていうのを、たまにはそういうお話しする動画をね、撮りたいなと思って今ちょっと撮っています、お家で。とりあえずちょっと休憩したいと思うので、アイスティーでも作ろうかな。まずはですね、どんなティーを飲むかということなんですけども、日本で買った紅茶です。こちらは日本のニトリで買ってきたティーポットです。お湯入れて適当に。すごいいい匂い。じゃあこんな感じで、ちょっとこちら私がお気に入りのスタバで買った、カップ。グラスになってます。やばい、入らない。贅沢。じゃあちょっと飲んでみます。うまっ、すごいうまい、美味しい、おすすめということで、ちょっと本題に戻りたいんですけども、今まで、あんまり詳しく話してこなかった私の過去のこととか、アメリカに来てすぐの話とかをちょっとしてみたいなと思います。で、私はアメリカに来て1年半以上経ちました。で、その中でいろいろ楽しいこともあったんですけど、そのほとんどの時間は自分自身との戦いでした。っていうか今もそうです。どんなね戦いだったかっていうと、ちょっとこれはまた過去をね振り返りながらお話しさせていただけたらと思うんですけど、まず私は日本にいた時は教師をしていたんですけど、中学校で2年間やってました。で、その1年目は本当に楽しくって、子供たちも可愛いし、職場の皆さんもとってもよくしてくれて、すごく良かったんですけども、だいたい2年目ぐらいからちょっとこう変わってきて、私はなんかだんだん心を病んでしまったんですよね。なんで病んでしまったかって言ったら、職場のこの皆さんの中での不仲先生同士の不仲、人間だから、先生でも、仲悪くなることはあると思うんですけど、でもそれでも結構こうやっぱり表立ってバチバチ周りでねしていたので、それがすごい自分の中で結構きつくって、それをこう仲裁するのもまだね1年目2年目の私がそれを仲裁するっていうのも結構メンタル的にもきたし、そして結構自由奔放な、方もいたので、それにまた自分もなんかこう惑わされたりとか、具体的になかなか表現するのが難しいんですけど、結局やっぱ人に翻弄されてしまったんですよね、私が。自分のこの何のために先生をやっているのかとか、何のためにこう教育者としてやりたいって思ったんだろうとか、なんかそういうこの軸がどんどんこうなんかずれてしまってというか、私のこの頭の中からその軸がどんどんそれていったというか、その意識があんまりこう浮かばなくなっちゃったんですよね。なんかどっちかって言ったらもう早く早くこの状況から逃げ出したいというか、もう早くここにいる人たちから逃げたい、もうここから去りたいっていう、そんな気持ちでほとんどその最後の1年は過ごしていました。やっぱり体にも変化が出たりとか、初めてこう体中、腕とか足とか、お腹も背中もジンマシンっていうのか、なんかすごい赤いブツブツができて、本当に私は痒かったんですけど、もうそれが続いたりとか、本当になんか体にも変化が出てしまったぐらい、ストレスだったんですよね。そんな中ケルビンと
再びね遠距離恋愛をしている最中だったので、再び今再会したんですよ。でその時にケルビンさんにプロポーズをしてもらって、そしてついに私たちは婚約したんですけども、その時にすごくとても安心したんですよね。やっとここの状況から抜け出せるっていうのですごく安心をしたし、なんかこう今まで教員として頑張ってきたんだけども、でも新たなまた場所で挑戦できる、ついに結婚もするっていうことですごくワクワクした気持ちで辞めたんですよね。そこから半年以上経ちましてアメリカにやってきました。そこからが、今回の本題のお話なんですけども、正直なんかやっとこの職場をね抜け出してフリーになったって、自由になったって、何でもできるって思っていたんですけど、アメリカに来てから一時はね1ヶ月ぐらいはねいいんですよ。まだバケーション気分というか、新しい状況環境にあれもすごいこれもすごいこれも楽しいとかっていう風に、1ヶ月ぐらいはいいんですけど、やっぱり2ヶ月3ヶ月っていう風に経っていくと、だんだんその環境にももちろん慣れていくし、今度考え始めるのは、仕事をしてない自分って何の価値があるんだろう、そこに目が行き始めるんですよ。そこに目が行き始めたら本当に辛い日々が始まりました。っていうのも、あんなにねやっぱり辛かった職場、そしてやっとそこから逃れられた。それでもその辛かった記憶を忘れることってできなくって、それを忘れまいとするこの頭、本当に憎いんですけど記憶っていうのが残っていて、やっぱりそれがふとした時に出てきたりとか、あんな嫌なことあったな、携わらせてもらった子どもたちは今どうしてるかなとか、夢に出てきたりとかね、結構印象強かった職場の人とか、そういう夢に出てきたりとか、もう本当に過去に縛られている自分も辛いし、なおかつ過去に縛られて働くことが怖い、新しく挑戦することが怖い、とにかくもう全然何かまた新しいことをしようっていう気持ちが全く起こらなかったんですよ。本当にアメリカ来て最初の半年はもう特にそういう感じでした。今までの自分はもういろんなことやりたいことがいっぱいあって、そこに対して日々努力をした結果、またそこにたどり着いて、また新しいことを見つけて、また頑張ってっていう人生だったので、それができないこと、まず目標を失ってしまった。目標もないから頑張れない。本当に自分の価値ってなんだろうって思いました。その時思ってました。もちろんね、そのグリーンカード、永住権が取れるまでは仕事ができないとかっていう、そういう縛りもあったんですけど、でもむしろそれがあった方が言い訳ができててよかったぐらいの気持ちでした。グリーンカードが取れたってことはすごく嬉しくって、やっとちゃんとね合法的に、もちろんずっと合法なんですけど、やっぱりちゃんと証明できるもの、アメリカに滞在することが証明できるものがやっと届いた、やっと得られたっていうのはすごく嬉しかったんですけど、やっぱり永住権を取れたっていうことイコールもう仕事ができるよっていう状態なので、むしろ私にとっては永住権が取れてもう仕事ができるはずなのに、なんで何もしてないんだろう自分っていう、そんな気持ちがねずっと頭をぐるぐるしてました。もちろんねこうなることはね分かってたんですよ。日本に行った時もアメリカ行ってからすぐは働けないし、その間ねまずゆっくりすればいいかなぐらいに思っていたんですけど、でもやっぱり実際にアメリカに来てみて感じたのは焦りとか、やっぱり自分に対しての何やってるんだろう自分みたいな、その気持ちがすごいずっとあったんですよね。やっぱり今まで社会人になってからお金を自分でね稼ぐっていうことをしてきてけど、やっぱそれが急になくなると本当に自分の価値はお金じゃないのに稼いでない自分って何なんだろうって思う気持ちも出てきてしまって、子供もねいるわけじゃないのに専業主婦って甘えてるのかなとか、本当にとにかくいろんなことを思いました。自分に対して悪いこと思いました。今ももちろんそうなんですけど、
なんか過去のことに縛られるのは良くないし辛いし、だからといって私にはなんかそれをこう忘れて振り切って、私は大丈夫だ平気だって思いながら新しいことを始めたりとか、もうそれができなかったんですよね。やっぱり身近な、友人とか本当にね、そうやって振り切って頑張ってる人からしたら、いやもうそんなの忘れちゃいなよって、なんでそんなね終わったことを考えているのって言われたりもしたんですけど、いやいやそんな忘れられないってみたいな、そんな簡単に忘れられてたら今も悩んでないしみたいな感じでした。当時の自分は本当になんかもうどうしていいかわからない、もう何をしていいかわからない、もうとにかく自分の心の声を聞いた時にもう一番最初に出てくるのは、もうとにかく何もしたくない、休ませてほしい、もうその気持ちだったんですよね。本当に自分を責め続けながら休んでも休まらないんですよ。心はなんか自分のことを責めながら、何してんだろう、なんで休んでるんだろうって思いながら、本当の意味で休むことなんてできなくって、ずっとね本当は休みたい、でもこうした方がいいのかな、あれやった方がいいのかな、もうそんなことを考えながら過ごしていたので、もう本当にその時は辛かったです。あるきっかけがあったんですけど、その日からちょっとずつ心が楽になってきたんですよね。それは何だったかというと、ある日いつものようにケルビンさんと、私で夫婦で会話をしていました。で、今後どうする？私はずっとケルビンさんに YouTube やってみなって、 YouTube やったらいいんじゃないって言われてきました。で、私もやってみたいなってもちろん気持ちはあったんだけど、でもどうしてもなんかこう一歩踏み出せない、不安だな、自分の YouTube なんて誰が見るんだとかね、すごいいろんなことを思ってたので、なかなか踏み出せなかったし、何より本当になんかただ休みたいっていう気持ちがもう強かったので、なかなか踏み出せなかったんですよ。でもそんな時にもうケルビンさんにまたね、なんか定期的にその YouTube やるって言われてたので、もうその度にいやみたいな感じではぐらかしてたんですけど、もうなんかその時は本当にもう限界が来てしまって、もう私はなんかもう休みたいんですもう私は何もしたくないんです、本当に申し訳ないんだけどもう何もできないんです今はっていう話をして、その時にケルビンさんは分かったよって、休んでいいんだよって言ってくれて、私は本当に何言ってんだろうなって思いながら、休ませてくれって涙ながらに何言ってんだろうって思いながら、でももう本当にその一言に尽きたんですよね。その時の気持ちはもうずっと休んでたんですけどね、休ませてって言った時に初めて自分の中で休みたいんだなって気づいたんですよね、本当に心から。でそっから徐々になんかこう自分ってなんか休んでいいんだ、自分はなんか今はもう休む時なんだっていう風にだんだんこう思えてきたんですよね。今は本当に休んで、またね次何かやりたいって思える時まで休めばいいんだって、もう本当にそれを思えるようになったのが、そのケルビンさんとの会話がきっかけだったかなと思います。でもね、もちろん休んでたって言っても家事はやってましたし、当時はなんか家事だけしかしてないとかっても思ってたんですけど、今考えたらもう本当に家事めちゃくちゃ掃除してたりとか、めちゃくちゃ料理してたりとか、洗濯もして、なんで毎日洗濯してるのとかって言われるぐらい家事はすごくやってたし、全くゼロ何もやってなかったってわけじゃなかったんですよね、今考えると。でも本当に当時は自分を責めてたし、なんか家事ってやっぱりお金が生まれないことだから、やっぱりお金が生まれないっていうことに対してなんかこう価値がないことのようにこう思ってしまっていたんですよね。本当に私は休みたいんですってもう涙ながらに語ったその後からはもう本当に徐々になんですけど、もうドラマ見まくったりとかね、何も考えずにもうこれでいいんだって、昼まで寝ようがね、昼寝をしようが、もう今はそれが体が欲してるんだからっていう風にこう思ってね、
いいかなって思いながら過ごせるように少しずつ変わっていきました。やっぱりそういう風に少しでも自分を責める心が減って、少しでも何も考えずに休むことができて、そういう時間が増えていけば増えていくほど、本当に不思議なことに、YouTube やってみようかなっていう、新しいことやってみようかなっていうその気持ちがどんどん湧いてきたんですよね。すごい、それ考えたら本当今自分すごいなと思うんですけど、自分で言うなっていう感じなんですけどね。うわーとかって思いながら、辛いなとかって思いながらね、実はもう YouTube はちょこちょこ始めてたんですよね。でもやっとここを本当に本気でやろうって思えるようになって、初めてしっかりYouTube と向き合うようになったっていう感じなんですけど、今もその途中かなっていう感じです。今もどんどんさらに YouTube 真剣にやっていこうって、誰かのためになるならと思いながらやっているんですけど、いや本当にこれずっと続けてもいいのかなとか、いやこれが本当にこの先こんなに苦労して時間を使っているんだけど、将来本当に自分が思い描いているような結果になるのかなとか、とにかくね、本当に YouTube は難しいじゃないですか。皆さんやっている方はみんな思うことだと思うんですけど、その時にやめた方がいいのかな、違うことやった方がいいのかなとかって思うんですけど、今も本当に自分自身との戦いで、YouTube 動画なかなかあまり多くの人に見てもらえなかったっていう時もたくさんあって、その時に自分ってこんなにね時間を費やしたのに、もうこんなもんかみたいな、悔しいなって自分の力のなさを責めたりとか、なんでできないんだろうこんなにとかって本当に思っちゃう時ももう多々あるんですけど、でもやっぱりこの苦しかった渡米してすぐのこの時の気持ちを振り返ると、もう本当に何してても何ができなくても私は私、あなたはあなた、本当にその存在のね尊さっていうか大切さっていうのは変わらないし、よくよく考えてみて、もうこうやって生活することができて、食べることができて、寝る場所があって、ちゃんと家があってっていう、もうそのベーシックな本当に基礎の基礎だけれども、もうそういうことがしっかりちゃんと今あるんだっていうことを考えると、いかに自分が幸せかっていうふうに思いますし、夫がいて、家族も日本にもいて、夫のね家族の方もアメリカにもいますし、あと日本でね未だにつながってくれてる友達もいるし、アメリカで新しくできた友達もいるし、本当にもういろんなことを考えるとめちゃくちゃ感謝できることはいっぱいあるなって思います。それが私にちょっと力を与えてくれているんですけども、未だに本当にちょっと朝起きれなかった日とかは自分を責めたりとか全然あるんですけど、でもそういう時は自分の心や体がそういう時間を欲していたんだなって、だから仕方ないかっていいんじゃないって思うようにしてます。って自分を責めたくなる時っていうタイミングはもうずっとあるんですけど、もうずっとある。生きていったらもう24時間もういろんなタイミングでそう思う時ってありますよね。私が思うのは、思っちゃったとしても、自分ダメだなって思っちゃったとしても、いや大丈夫だよって言えるかどうか、自分が自分を一番大事にできるかどうかかなって本当に思います。そして1日でも1時間でも1分でも1秒でも多く楽しいなとか幸せだなとかワクワクするなとかって、そういう時間を作っていけたら自分はどんどん幸せになっていくのかななんていう風に思っています。なかなかVlog を見てくださっている方だとかいらっしゃると思うんですけど、そこのね一部だけを見せているので大変なこともなく
なんかただこう楽しんでいますみたいな風に思わせてしまっているのかなとも思うんですけども、いろんな人生、皆さんいろんなことがあるなっていうのをちょっとシェアをさせていただきたくこの動画を撮ってみました。きっとこの私の経験だとか今思っていることだとか、それによって何かこう誰かのためになったりとか勇気になったりとか、なんかこうちょっと気づきになったりとかがあれば本当にいいなと思って、YouTube をやっています。これからちょっと計画しているのは YouTube だけだとなかなか皆さんとのコミュニケーションが取れないなっていう風に難しいなっていう風に思っているので、何かこう手段を使って皆さんと交流を増やしていけたらいいなと思っています。できるといいなと思います。本当に直接って言ってもオンラインとかになっちゃうと思うんですけど、最近はちょっとどっか出かけることも少し増えて、そういったね Vlog もよく出しているんですけども、ガチ日常 Vlog なようなものも作っていけたらなと思っておりますので、ぜひ皆さん応援と、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。気持ちわかるなとか、いやよく頑張ったねとかって思っていただけましたら、ぜひいいねの方もお願いします。そして何より皆様のですねコメントに私いつも温かく励まされております。本当にいつも見てますとかってコメントをしていただける方もね本当におりまして、救われております。ありがとうございます。私も何かそこにこう還元できるようにこれからも頑張っていきたいなと思うので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ということでまた、次回の動画でお会いしましょう。皆さんも、皆さんも何かあったら励まし合っていきましょう。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。うまい。